どうも、ベトナムで滑って転んで人工股関節全置換術高速法アプローチという手術を受けて帰国しました。まだまだ左足がちょっと迷子気味のけいこです。と言いましても、ゆっくりと前の方向に歩く分には全く問題ないんですよ。でも下り坂や階段を降りるときとか、あとは体の方向を変えるとき、つまり足を前に出すんじゃなくて斜め前とかに出したり、斜め後ろに下がるときとか、そういうときに左足が思ってるような速さで思ってる方向に進んでないなって感じます。人工股関節全置換術という手術には数種類のアプローチ法がありまして、私は高速法アプローチという術式で手術を受けました。ちょうどお尻のあたりからももの横側あたりまで、私は10センチほどの切開跡があります。歩くときに足を前の方向に運ぶために必要な筋肉っていうのは、ちょうどももの前と後ろの筋肉なんです。そして歩くときに足が外や内側にぶれないように、つまりガニ股になったり内股になったりしないように、足を支える筋肉っていうのがももの外側と内側にあるんですね。私が受けた高速法アプローチという手術では、このももの外側の筋肉が一度切開されているので、どうしてもその部分が弱いんですね。ですから今しているようなクラムシェルっていう筋トレなんですけれども、これでももの外側の筋力を回復させるように頑張ってます。この外股の筋力が弱いと内股に負担がかかって、ちょうどももの内側が痛くなったりするんです。向かって左側は右足を軸にして左膝を開いています。勢いをつけて膝を開いている時にはシュッシュッシュッと開くんですけれども、筋トレっていうのは勢いつけるのはダメなんですね。ですからゆっくりと開いて、一度止めてゆっくりと戻す。開く時も閉じる時もももの外側と内側の筋肉を使いながらエクササイズするんです。トレーニングチューブ5種類のうち2番目に軽いブルーのチューブを使ってるんですけれども、ゆっくりと動かすと開く時も閉じる時も足がカク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 と動いてスムーズに動きません。左ももの内股と外股の筋肉が弱いので、日常生活で左足が迷子になってるなって感じるってことです。手術では上半身と下半身をつなぐ役割のある大臀筋を切開してますので、体が不安定なのも当然ですね。他には股関節を外側に開く単外旋筋群っていうのを一部切り離してます。ですから左の股関節が開きにくいのは当然ってことですね。そして関節を包んでいる関節包も切開してます。もちろん人工股関節を入れてもらった後には、この切開した部分や切り離した部分っていうのは縫い合わせてもらってます。ただきれいにつないで修復してもらったとはいえ、切ってなかったことにはならないんですよね。ですから切断したり切開した筋肉や関節包の部分っていうのが今後先も一生弱い部分であることには変わりありません。ただ素人目に見ても、こんなに入り組んだ筋肉の奥の方にある骨を切除して人工股関節を入れるなんていうものすごく難しそうな手術をこんな風に成功裏に終わらせてくれて、帰国もでき、足元迷子やけど歩けるでって言える程度に回復できたことは本当にありがたいなと思ってます。
ではね、今見ていただいているように左側を下にしたエクササイズは余裕でできるかっていうとそんなことはなくて、手術痕がですねちょうど敷布団や床に当たるんですよ。これまた結構痛くてなかなか長い時間は続けられないです。それと手術までに5日間待機時間があったので、左のお尻のあたりにね褥瘡ができてるんですよ。このね床ずれが結構痛くて、仰向けでするベッドエクササイズなんかは結構痛くて途中でやめてしまいます。歩く分には不自由ないように見えるんですけれども、日常生活ではねちょっと不自由な時が多いです。今みたいにベッドの後ろにあるものを取ろうとする時に右側に振り返るのは結構簡単です。右の足をねベッドに乗せて振り返るができます。でも左後ろを振り返ろうと左足をベッドの上に乗せるときには足の裏がね体に近い位置にないとうまく振り返れないんですよね。足の裏が体から離れてる場合って動きに制限があります。転んだ時に万歳したまま真横に滑ったんですね。そういった転び方に今みたいな不自由さの原因があるのかもしれないです。もともと股関節がすごい柔らかかったので、この右側の柔らかい股関節の感覚のまま左側も同じように使おうとしてできなくて戸惑うような毎日です。左の股関節の柔軟性っていうのは今後筋トレやストレッチを続けていくことで多少マシにはなるだろうけれども、以前のように元に戻ることはもうないです。でもちょうど4ヶ月前シャワールームで転んで股関節頸部を骨折してシャワールームの中で数時間放置されてたことを思えば、自分で歩いて飛行機にも乗れるし電車にも乗れるし本当に幸せです。でも日々のエクササイズに関しては筋トレとヨガで体の使い方が違うんですね。似たようなポーズでもそれをどのように組み合わせをしていくか、あとこの2つの呼吸の仕方も違うこともあって、自分の体で確認できるのにあと 3,4 週間かかるかなという感じがしてます。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、またね。